iPhone ストレージが写真や動画でいっぱいになってしまった時の対処法5選です。こんにちは。スマホで始める YouTube の加藤さやかです。今日は YouTube をやっていたり動画を配信している人、スマホでやっている人が必ず一度は陥るであろう写真と動画 iPhone のストレージがいっぱいになってしまった、スマホの容量がパンパンになってしまったという時の対処法を5つお伝えしようと思います。で、いろんな対処法があるんですけれども、私がですね、そもそもiPhone だけでずっと動画を作り続けてきまして、 YouTube だけでも限定公開などを入れると300本以上、他にも公式 LINE の特典用の動画でしたり、もういろんな動画を何百本も作ってきたんですけど、だいたいこの iPhone で作っています。で、特別にすごく容量が多い実は iPhone を使ってるわけではなくて、まさかの私 iPhone64GB でやってるんですね。あっという間にいっぱいになります。ただ今日教える方法を上手に使うことで、容量が少ない、そんなに多くない iPhone でもフルで YouTube を作って回していくことができます。で、このやり方で私今のところ困ってませんので、もう YouTube を仕事にしてるくせに困ってませんので、おすすめのやり方をご紹介します。ぜひこの動画を見て皆さん実践してみてください。お金もかからないし、誰でもできますし、とっても簡単です。はい、ではまずは最初にそもそも自分の iPhone ですね、お手元の iPhone がどのぐらい今ストレージを使っているかで、何にストレージを食われているかというのを見る方法です。まずは設定を開きます。そして設定から一般です。で、iPhone ストレージというのがあるので、そこを選択します。私の場合は64ギガに対して今 56.48 ギガ使っています。で、何に容量を送っているかというのをスクロールすると、どこに何ギガ使っているか、どのアプリで容量を食っているかっていうのを見ることができるんですね。で、私の場合やっぱり写真と動画が多いですね。で、ミュージック、これがね、ちょっと私の好きなですねクラシックの曲をダウンロードを結構ね今いっぱい購入してるので、それでどんどん埋まっていってしまうというね。ここでね、使ってないアプリを例えば削除してしまうとか、そういった方法もあります。で、何にどのぐらい使ってるかなっていうのが分かりましたら、大体皆さんね写真だと思うんですよ。なのでこの写真をどうにかしようぜっていう方法を今日はお伝えいたします。で、対処法5選、まず1つ目が、結構ねこれがまた地味にね効くんですけど、身も蓋もないんですけど、不要な写真や動画を削除する。これはね結構まんまやんけって感じなんですけど、意外と結構もういらない写真だったりとか、重複してる写真だったりとか、記念に撮っといたけどもう見ないよねっていう写真って結構いっぱいあるので、SNS に投稿して終わっちゃったりとか、そういった動画、そういった写真をまずは消していきます。あと動画は結構やっぱり容量を食うので、私はもう YouTube にアップロードしてしまったら iPhone このデバイス内から削除するということをやっています。ただデバイス内から削除をしても動画を残しておきたいとき、写真を残しておきたいときってありますよね。で、そんな時は後から紹介する方法でクラウドストレージに入れておくという方法がありまして、クラウドストレージというのはインターネット上の要は倉庫ですね。なのでいつでもこうアクセス可能な、インターネット上のアクセス可能な倉庫の中にデータを保存しておくことができますので、そのやり方も、後ほどご紹介します。で、1つ目は不要な写真や動画を削除する。で、2つ目がアプリ内のデータを削除する。これは動画編集をアプリでやっている方はすごくおすすめです。そして iCloud に保存する。これ iPhone 限定ですね。で、4つ目が Google フォトに入れる。これが一番おすすめです。で、やり方後で説明しますね。で、5つ目が Amazon フォトを利用するという方法です。1つずつ今から説明していきます。不要な写真や動画を削除するはさっきね、今ね、伝えちゃいましたよね。アプリ内のデータを削除する。動画編集アプリブロをスマホで編集するときはよく使うんですけれども、こう見ていただくと iPhone ストレージの中でこのブロが 2.78 ギガ食ってますよね。なのでここをちょっと整理していきたいと思います。動画編集アプリブロを開いていただくと、このホーム画面に編集中のプロジェクトというのが実は残っているんですね。で、これがめちゃくちゃ容量を食います。なのでこの編集中のデータをここからですね削除、していくだけで、それで容量ちょっと空いてきます。で、もしどうしてもこの編集中のデータを取っておきたいという場合は、こうデータの下にある点々点がありますよね。ここからプロジェクトを共有するというのがあります。で、そうすると編集中のデータ
というのをそのままファイルとして移すことができたりとか保存することができます。でこのファイルに保存というのがありますよね。でこのファイルというのが iCloud ドライブと言いまして、Apple のストレージ、Apple ID を持っている方は全員持っている、Apple 上のストレージ、倉庫ですね。ネット上、インターネット上の倉庫になりますので、このファイルの中に保存するというのをやれば、このファイルの中に編集中のデータが入りますので、このブロの中からデータを消してしまってもデータは残っています。動画編集でこのスマホのアプリを使っている方はそこで結構容量を食っている可能性がありますので、ここをちょっと整理するというのが一つポイントになってきます。でこの iCloud というのは Apple ID を持っている方でしたら、全員ですね5ギガまでだったかなは無料でオンラインストレージ iCloud ドライブというオンラインiCloud ドライブというオンラインストレージを使うことができます。でそれどこにあるのよっていうのが実はめちゃくちゃ分かりづらいんですけれども、このファイルというアプリがあるんですよ。 iPhone の中にファイルというアプリがあって、これが実は iCloud ドライブに接続されるんですね。ちょっと一回開いてみますね。でここに iCloud ドライブっていうのがありまして、これがオンライン上のストレージになります。で無料で5ギガまではデータを保存することができます。で私はオフにしているんですけれども、この iPhone 内ですね、このデバイスの中に入っているデータというのをこの iCloud ドライブオンラインの倉庫の中、オンラインストレージの中に自動で同期することが実はできます。やり方はまずこの設定を開きまして、で設定を開きましたらこの Apple ID をクリックします。はい、そしてこの Apple ID から iCloud っていうのを選択します。で、私が50ギガになっているのは、これは課金をしておりまして、ストレージを私は購入しているからなんですね。でも50ギガかよって感じなんですけど、動画を仕事にしている人とは思えない少ないギガでやってるんですけど、はい、それでその iCloud を選択しましたら、こう写真ですね、ここを選択します。はい、ここでこの iPhone を同期っていうところをオンにしますと、写真のデータというのがこの iCloud に自動同期されますので、ここをオンにしておいて写真を iCloud の中にこう常に入れられるようにしておくというようにしておきますと、写真をデバイス内で削除してもクラウド内には残っているということをすることができます。そして3つ目、これが私が一番おすすめの方法です。Google ドライブを使います。これは Google のアカウントを持っている方は誰でも使うことができます。で、Google のアカウントというのは YouTube を配信するときには Google のアカウントを使いますので、 YouTube をやっている方だったら誰でも持っているアカウントかと思います。アプリの Google フォトというアプリがありまして、これがですね無料プランで15ギガまで容量があります。自動で写真、このデバイス内の写真や動画を Google フォトってバックアップすることができるんですよ。なのでもう自動でバックアップの機能をオンにしておけば、写真、このデバイスのカメラロールから写真をこうどんどん削除していっても Google フォトの中に残っているということができます。これめちゃくちゃ便利です。で Google フォトのいいところは Google ってすごく画像に強いので検索が楽なんですね。で例えばですけど、この写真を検索っていうところから加藤沙耶香と入れてみますね。加藤沙耶香と入れてみます。この私の顔が入った写真だけこのように出てきますね。私自分の写真はサムネイルで使うので常にこうパッと引き出したいんですよ。で例えばあとはじゃあ私スマホで始める YouTube というコンセプトの動画なのでスマホで検索しています。はい、そうするとこのようにスマホに関連するような写真にアクセスすることができます。このようにGoogle フォトというのは自動でバックアップもできますし、その写真を呼び出すのもすごく簡単なのでめちゃくちゃおすすめです。でさらに Amazon プライムに加入している方は写真が無制限で動画が5ギガまでだったかな。はい、私Amazon プライムに加入をしておりますので、フォトストレージが無制限ですね。でビデオストレージが5ギガまで、これも自動バックアップを入れているので自動で保存されるで使うことができていますので、こちらもおすすめかなと思います。スマートフォンで動画をやるというのは手軽に動画編集できるアプリもいっぱいありますので、私はめちゃくちゃおすすめしてるんですけど、唯一の弱点がストレージがあっという間にいっぱいになってしまうという、はい、というのがあります。ということで今日はですね、iPhone のストレージがいっぱいになってしまった時の対処法を5つお伝えいたしました。まず1つ目が不要な写真や動画を削除すると、アプリ内のデータを削除する。3つ目が iCloud に保存する。4つ目が Google フォトを活用する。
する5つ目が Amazon フォトを活用するというやり方になりますね。ちょっと動画撮影すると楽しくなっちゃってね、最近早口になってしまうんですけど、やっぱり不要な動画はどんどん削除していくということで、 Google フォトを活用することでデバイスの中に入っている写真だったり動画どんどん削除していってもバックアップはちゃんと残っている状態になりますので、トータルどんどん消していくというのがおすすめです。そして、アプリ内のデータを削除する、これ意外と盲点になりますので、なんかこう写真をね削除しているのになかなか容量減らないなと思ったら、一度ですね設定からストレージがどこで食われているかというのをしっかり見ていって、そして動画編集アプリが結構上位に来ていたらそこから動画を削除していく、データを消していくということをやっていかれるといいかなと思います。ということでこれからもですねスマートフォンで動画を作ったりですとか、気軽に動画配信をしていくやり方というのをお伝えしていこうと思いますので、早口すぎてこう噛んでしまうっていうね、はい、よろしければチャンネル登録とぜひ高評価をしていただいて、引き続きたくさん動画を見ていただければと思います。それでは。